皆さんこんにちは。おなおドーナツの時間始まりました。今日はこちらのライ麦を使いましてドイツ風のカンパーニュ作っていきたいと思います。また今週もドイツのパンを作りたいと思うんですけれども、カンパーニュですね。ちょっとね、私思うところがありまして、最近ねカンパーニュ作り方とかで見てたら出てくるのが、クープがよく開くとかですね、クープの開かせ方、クープパッカーンみたいな、もうクープ好きやなっていう、なんかもうそれが全てみたいな感じで出てくるから、なんなんやろうなってずっと思ってて、でというのも、私がパン屋さんでカンパーニュを買って食べて美味しいなって思った時のカンパーニュって別にクープパッカーンしてないやつだったんですよね。でしかもその生地の部分もなんかこうギュッとした感じのやつやったから、また私がおかしいんかなとか思いながらですね、なんやろうなって思ってたんですけど、分かったんですよ。で、ごめんなさい、いいところでちょっとくるみをくるみを入れますホームベーカリーにセットしたらすっごいてんこ盛りになって、なんかシュールやなと思って撮ってたんですけど、そんなことやってる場合じゃなかったです。レーズンなしにしてましたこれ何かと言いますと、このレーズン機能をありにしてないと、さっきセットしたくるみが下に落ちずにですね、生地に練り込んでもらえないと、シュールやなしにですねまずこれをオンにしとかないとダメでしたっていうところで、大慌てでですね、手動でちょっとくるみを入れてみたんですがすっかりホームベーカリー止まって発酵始まっちゃってましたねまあちょっとそっと蓋を閉じまして待ってみましたが、やはりくるみは練り込まれてなかったのでですね、ちょっと手動で今からくるみを混ぜるという作業に入りたいと思います。で、さっきの続きなんですけど、私ライ麦がたくさん入ったパンがきっと好きなんやなっていうところもうバラやし、進まへんやんもうね、なんか一個うまくいかんかったらやっぱりなんかずっとうまくいかないですよね、こういうのってね。まあいいです。とりあえず落ち着けまして、なんかね、動画の先生が言ってはったんですけど、これを今からちょっとこう切っては重ねで、中に入れ込んでいくっていう方法をやりたいと思います。で、ちょっとさっきの続きなんですけどね、そのライ麦がたくさん入ったやつが私はきっと好きなんだなということで、たどり着いたのがドイツ風のカンパーニュだったんですよ。なんかドイツってお土地柄、今はちょっと知らないですけど、昔はそのライ麦がたくさん取れましたと。だからその小麦粉よりもライ麦を入れたパンが多いらしいんですね。で、小麦粉とライ麦が混ざったやつをミッシュブロートと、でライ麦の比率が多いとローケンミッシュブロートで、ライ麦よりも小麦粉の比率が多いとバイチェンミッシュブロートっていうらしいんですよ。だから今日作りたいのはきっとバイチェンミッシュブロートなんだけど、そんなちょっと難しいことはちょっと置いときまして、ライ麦がいっぱい入ったカンパーニュをちょっと今日は作りたいなということでドヤじゃなくてほんでね、ちょっとボウルにこれでボウルにね、だからちょっと粉をなじませて発酵かごみたいにしたかったのよ。だけどステンレスボウルトゥルントゥルンで粉1個もつかへんかったっていうはい、もうとりあえずラップしましょう常温で30分置きます。こんな感じになりました。で、最後の成形で、本来だったら発酵かごに入れてね、なんかゆっくりこう発酵させてそのままポンと裏返すっていいんですけど、発酵かごがないので、こうやってもう一回ですね丸め直して、
このオーブンシートの上で発酵させるという作戦に出ます。はい、また30分待ちました。その間にね、オーブンを予熱しておきます。なんかちょっと石つぶてみたいな岩みたいな感じになっちゃった粉を振りまして、今からクープ入れていきます。でここでやっと最初のクープ問題に変えてきたんですけど、クープパッカーンだけが全てじゃないと言いたいわけですよ結局開かないからって言い訳してるんじゃなくてそれはそれで美味しいんじゃないのっていうのを私は言いたかったので、今日こうやって先生今度作ってるわけなんですが、結局正解が何かっていうよりかですね、切り吹きします。今この目の前にあるやつが美味しいかどうかなんで、とりあえずですね、全力で焼いていきたいと思います。こんなにさドタバタするこんなにやっぱりさ、天板をひっくり返して入れた方がいいんやなって改めて思いました。今日ちょっと横着してそのままにしたんですよね。はい、もうとりあえず焼きます210度25分焼いてみました。さてさて今日はどうなりましたでしょうかと。かわいいなそうちょっとね、いちじくイメージしてみました嘘つけって後付けですけど、くるみ入れたんで、ちょっとくるみといちじくをイメージした形にしてみましたあ、いい音してます。ちょっとね、切るの1時間待ってみます。適当なこと言ってたら1時間経ちましたなんか季節っぽいやつをさ作りたくてパッカーンですよ。どうですか、中身。いいんじゃないですか。このギュッとした感じで、ちょっとくるみ固まってますけど、このギュッとした感じ理想的です。ちょっと切ってきました。はいという感じで早速いただきます。美味しいです。なんかね、今日参考にさせてもらったレシピ、ヨーグルトを入れてるんですよ。なんかそのドイツパン風にちょっと酸味を出すためにって言ってはったんですけど、あんまりそれは感じなかったです。どっちかっていうとお砂糖が多いせいか、すごくね甘いくるみパンっていう感じでできました。で肝心の食感ですよね。結構どっしりした感じで、皮はパリパリの感じで、かなり私好みのやつができたんじゃないでしょうか。やっぱりね、なんか好みってありますからね世の中の正解とはちょっと私ずれてるかもしれないんですけど、これからも自分が美味しいと思うやつを作っていこうと思いました。ということで本日の動画はここまでとなります。いつも本当にご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバーイ。